暴れてんの。どうも、歌い手研究部部長、ボイストレーナーの翔平です。今回はですね、黒猫さんがカバーされている、うっせぇわを取り上げていきたいと思います。うっせぇわもうね、今バズりにバズっている、シュローさんの制作、そしてAdoさんのメジャーデビュー楽曲ですよね。Adoさんのオリジナルバージョンは以前このチャンネルでも取り上げさせてもらいました。まだ見てないって方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。でさ、めちゃめちゃ流行ってる楽曲だから、いろんな歌い手さんにね、愛されて歌われてるんだけど、その中でもね、Adoさんの楽曲を最初に聴いた時に、これ黒猫さんが歌ったらめちゃめちゃかっこいいんじゃないかな、歌ってくれないかなって思ってたらさ、早速歌ってくれたよね。とにかくね、めちゃめちゃかっこよくて大興奮の音源に仕上がってるので、歌い手研究部のみんなと一緒に聴いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃してないっていう方は今のうちに登録して歌い手研究部に入部してください。では早速行ってみましょう。正しさとは愚かさとはそれがないかね、最初からめちゃめちゃかっこいいでしょ。でね、最初ね、柔らかい息の混ざったさ、セクシーな歌声でスタートしたと思ったら、すぐギアチェンして、ガナになる力強い歌声にシフト。いやもうほんとあっぱれ。でね、かなりロングトーンで歌い上げていくんだけど、ここでもね、しっかりビブラートかけてるんですよね。こんな感じ。でね、ビブラートって実は喉周りにグッて力が入ってたらうまくかけることができないんだよね。だからこんなに力強く歌ってるんだけど、力みはなくて柔軟に発声しているっていうことがこっからもうわかります。で、フレーズの最後は、息をワッと吐いて、あえて声をひっくり返すテクニック、ヒーカップ商法を使ってます。どう？この出だしだけでこんなにテクニックがギュッて詰まってんだよ。超すごくない？でもまだまだこんなもんじゃないから、一緒に聴いていこうぜ。ちょっと待て！わかる？マイフレーズマイフレーズ、声質がね、どんどん変わってくんだよ。本家のAdoさんも一曲を通していろいろな声質を使い分けてるんで、めちゃめちゃね、声帯が柔軟なんだと思うんだけど、黒猫さんもね、それに負けず劣らずなんですよね。やっぱりね、黒猫さんは歌い手界の引き出し王と言っても過言ではないね。さあ、ここからも黒猫さんの声質の変化にも意識を向けながら聴いていきましょう。ほら、早速。また新しい声質。でさ、今のところもだいぶ荒々しく歌ってるように聞こえるでしょ。でね、これを表現するためには母音をあえて広げて歌うことが大切です。遊び足りない。この律儀に歌うんじゃなくて、遊び足りない。ちょっとね、母音をあえて広げると、ルーズな歌い回しを表現することができます。チャレンジしてみてね。リズム。タン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 。これ。そう、B メロでね、いきなりリズムが変わるんですよね。タン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 。このね、ちょっと突っ込んだリズムに合わせて歌い回しもアクセントをつけていきます。で、さらにこのフレーズの最後、ルールでスのスのところにね、スー、エッジボイスを絡めてるんですよね。エッジボイスってね、よくフレーズの頭に使われることが多いんだけど、頭だけじゃなくてね、実はフレーズの最後にも使うことができます。ぜひぜひここでエッジボイスっていう言葉を覚えて帰ってください。黒猫さんのエッジボイスを堪能してから、いよいよ痛快なサビに行きましょう。いや、ほんとこの楽曲のサビかっこいいよね。でね、この楽曲のサビ、シの音でオクターブ上がり下がりを繰り返すメロディーなんですよ。でね、本家のAdoさんは、あえて裏声に抜いて歌ってるんですよ。うせー、うせー、うせーは。なんだけど、黒猫さんはあえて地声感を残して力強く歌ってます。うせー、うせー、うせーは。ここでもめっちゃ個性が出るよね。でね、あと一つみんな意識して聞いてみてほしいのが、ずっとさ、サビ力強く歌ってるように聞こえるじゃんね。なんだけどね、実は途中で一回落としてるんですよね。
それが、ああよく似合う、その可もなく不可もないメロディー。この部分ですね。ここで一回ボリュームを落としてから、ぐーっと徐々にボリュームを上げて歌っていくんですよね。こんな感じでサビの中だけでも緩急をつけることによって、リスナーをね、ドキドキさせる歌い回しをしてるんですよ。もうほんとプロフェッショナルだね。で、感想、ダッ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 。バスターが力強くてかっこいいね。聞いた今の気遣い。突きつけて、突きつけて、わって息を吐いてウィスパーボイスで歌うんだけど、ここでもね、ガチーンと一気にギア変えます。突きつけて、打てば、どうこの一瞬の緩急。ほんと真似できないわ。B メロ。ね。そう、1番の B メロを歌うときに、タン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 、このリズムを意識してくださいって言ったんだけど、2番はね、最初、このリズムじゃなくて、ちょっとふわっとしたリズムで B メロ入ってくんですよ。なんだけど、B メロの途中から、タン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 、突っ込んだリズムに変わっていきます。もちろんね、このリズムパターンに柔軟に対応して歌うアドさんや黒猫さんも素晴らしいんだけど、1番とは違うリズムパターンをあえて持ってきて、途中から戻すっていうさ、この緩急を使い分けて制作された手動さんが憎いよね。そしてここから2番の痛快なサビに行きます。行こうぜ。さあ、2番のサビ相変わらず力強くてかっこいいんだけど、1番のサビではさ、あえて地声感を残して歌ってた黒猫さん。2番ではね、今度は逆に少し裏声に抜くんですよ。うっせー、うっせー、うっせーわー。なんだけど、2回目の絶対絶対ではまた地声感に戻していくんですよね。このように楽曲を通して何度も出てくる同じフレーズでも、毎回ね、しっかり意識して歌い分けしてるんですよね。これね、やっぱりレコーディングする前に、ちゃんと歌詞を見て、自分でね、歌い方を構成して歌ってるんですよね。ほんとプロフェッショナル。さあ、ここからラストスパート突入していきます。聴いていこう。そう。ザン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 のリズムの上でピアノが綺麗に暴れてんの。ほら、ここでもうっせーわってフレーズが何回も繰り返し出てくるんだけど、ここでもね、歌い方が変わってくんですよね。うっせー、うっせー、うっせーわ。結構ね、息をわっと混ぜて、ウィスパーボイスで歌ってんだけど、2回目はね、うっせー、うっせー、エッジボイスを織り交ぜてるんですよね。芸が細かいでしょ。そして、いよいよここから最後のサビに突入していきます。聴いていこう。転調して大サビ。めっちゃカロリー使ったわ。さあ、とんでもない数の声質とテクニックを駆使して歌い上げた黒猫さんのうっせぇわ、めちゃめちゃかっこよかったよね。ちょっとね、最近はね、黒猫さんにどっぷりハマってるので、おすすめの楽曲があったらね、ガンガンコメントで教えてくれると嬉しいです。このようにこのチャンネルでは、歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないという方は、今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。